なんと、7年前に自分が犯した性犯罪を通報した女性を、出所後に執念深く探し出して殺害した男がいたのな。それって被害者なのに告発したせいで命を狙われたってこと？これは実話なのだ。どうもずんだもんなのだ。どうも四国メタンよ。今日紹介するのは、1997年に東京都江東区で起きた JT 女性社員逆恨み殺人事件なのだ。被害者が勤めていた会社の名前がそのまま事件名になった。あの衝撃の事件ね。犯人の男 M は、かつて自分が起こした強姦致傷事件を警察に通報した女性 A よ。7年間も恨み続けたのだ。刑務所に服役している間も憎しみを燃やし続け、出所するや否や A の居場所を突き止めて殺害に及んだのだ。告発した被害者が逆に命を奪われるなんて、あってはならないことだわ。A さんは当時44歳。JD の女性社員として真面目に働く普通の会社員だったのだ。ただ正直に犯罪を警察に届け出ただけなのに、そのことが命取りになってしまったのね。しかもこの男 M には、強姦致傷事件より以前に殺人で懲役10年という前科まであったのだ。殺人の前科まであったの？それほど危険な人物が、なぜ野放しになっていたのかしら。この事件は、犯罪被害者を守る制度がいかに脆弱だったかを社会に突きつけた事件でもあるのだ。加害者が出所したことさえ、被害者には知らされていなかったのよね。そうなのだ。当時は加害者の出所情報を被害者に知らせる仕組みが存在しなかったのだ。それじゃあ A さんには、身を守る手段さえなかったということになるわ。今日はこの事件の全貌を、犯人 M の過去から事件当日の夜、そして裁判の結末まで丁寧に追っていくのだ。被害者の A さんはどんな人物だったのか、そして犯人はなぜここまで凶暴になったのかも気になるわね。犯人 M の生い立ちと前科、そして A さんとの最初の接点がどこにあったのかも明らかにしていくのだ。最初の接点って、1989年の強姦致傷事件のことよね。そこから7年越しの悲劇につながるのか。そして事件の後、日本の犯罪被害者保護制度がどう変わったのかも語らなければならないのだ。この事件は法律を変えるきっかけになったのよね。A さんの死は無駄ではなかったと信じたいわ。この事件を知ることで、被害者保護とはどうあるべきかという問いが、よりリアルに感じられるはずなのだ。ただの過去の事件として流すのではなく、今の社会とつなげて考えたいわね。それほど深く、そして重い問いを投げかけてくる事件なのだ。7年間、あの日のことを引きずりながら生きてきた A さんのことを思うと、胸が痛くなるわ。しかも犯人 M は出所からわずか2ヶ月という短期間で A さんを探し出していたのだ。たった2ヶ月で居場所を突き止めたの？執念が恐ろしすぎるわ。被害者は逃げる間もなかったのだ。これが被害者保護制度の不備がもたらした最悪の結末だったのだ。制度さえ整っていれば、A さんは助かっていたかもしれないのね。最後まで見れば、この事件の全容と、それが日本社会にどんな変化をもたらしたのかがわかるのだ。この事件を知ることは、今を生きる私たちにとっても大切なことだと思うわ。被害者の立場に寄り添い、正義とは何かを一緒に考えてほしいのだ。事件の詳細を知るたびに、怒りと悲しみがこみ上げてくるけれど、最後まで見届けるわ。僕と一緒に、この重くて大切な事件を最後まで見届けてほしいのだ。どんな結末が待っているのか、しっかり見ていくわよ。それでは早速、犯人 M という人物の正体から紐解いていくのだ。楽しんでほしいのだ。まず被害者について紹介するのだ。どんな方だったの？事件のことを考えると、胸が締め付けられるわ。彼女の人生を知れば知るほど、この事件の残酷さがより深く伝わってくるのだ。そして被害者が辿った運命には、誰も予想しなかった悲劇の連鎖が隠されているのだ。連鎖？それはどういうことなの？彼女がある夜に下した勇気ある決断。7年後に自らの命を奪う引き金になったのだ。つまり、正しいことをしたがゆえに命を狙われた。という恐ろしい現実があるのだ。正しいことをしたのに、それがどれほど理不尽なことか、言葉もないわ。では、彼女がどんな人物だったのか、丁寧に紐解いていくのだ。ぜひ聞かせてちょうだい。しっかり受け止めるわ。被害者の女性 A さんは、事件当時44歳、日本タバコ産業、いわゆる JT に勤める会社員だったのだ。東京都江東区の大島6丁目団地に居を構え、長年にわたって真面目に勤務を続けていたのだ。44歳、働き盛りで、これからという年齢ね。A さんは職場でも誠実な人柄として知られており、同僚たちからの信頼も厚かったのだ。同僚の一人は、A さんはいつも周りのことを気にかけてくれる、頼りになる存在でした、と語っているのだ。そういう人が、本当に惜しい人を亡くしてしまったわ。職場だけでなく、地域でも A さんの評判は高かったのだ。団地の近隣住民によると、挨拶が丁寧で、いつも明るく声をかけてくれた、そうなのだ。地域に根ざして、静かに丁寧に生きていた方なのね。A さんが犯人の M と最初に接触したのは、1989年12月のことだったのだ。当時37歳だった A さんは、
M による強姦致傷という凄惨な被害を受けたのだ。37歳の時に、それだけでも十分すぎるほどの傷を負ったのに。さらに M はその事件を口実に A さんを恐喝しようとしたのだ。自らが犯した犯罪を、ネタにして、被害者をさらに追い詰めようとしたのだ。被害者をさらに利用しようとするなんて、許しがたいわよ。しかし A さんはその恐喝に屈しなかったのだ。A さんは毅然として警察に通報し、M の逮捕につながったのだ。脅されているのに、それでも通報したの？それは本当に勇気のいる決断ね。当時を知る知人は、A さんは怖かったと思う。でも、黙っていることの方が嫌だったと話していた、と語っているのだ。正義を信じて声を上げた。その一点の曇りもない行動が、後に彼女の命を奪う結果になるとは、誰も思わなかったのだ。正しい選択が、命取りになるなんて、本当に理不尽すぎるわ。M は懲役7年の刑を受け、服役することになったのだ。A さんはその後も静かに日常へ戻り、JT での仕事を続けながら団地での生活を送っていたのだ。普通の日常に戻ろうとしていたので、当然のことだわ。しかし完全に安心していたわけではなかったとも伝えられているのだ。知人によると、M がいつか出てくるかもしれないと、心のどこかでずっと気にしていた様子だった。そうなのだ。7年間も、その恐怖と隣り合わせで暮らしていたのね。それでも A さんは前を向いて生きていたのだ。事件から数年後、職場の後輩に、過去のことは変えられないけれど、今できることをやるだけよ、と語っていたと伝えられているのだ。そんな言葉を残していたなんて、強い人だったのね。1997年4月18日、午後9時を過ぎた頃のことだったのだ。A さんは大島6丁目団地1号棟の4階エレベーターホールで、M に柳刃包丁で刺されて命を落としたのだ。エレベーターホールで、自分の家のすぐそこで、命を絶たれたのね。刃台の長さ約20.9センチの凶器で、背後から突然襲われたとされているのだ。逃げることも、叫ぶことも、ほとんど叶わなかったと考えられているのだ。なんてひどいこと、本当に許せないわ。現場に駆けつけた近隣住民の一人は、廊下に倒れているのを見て、最初は信じられなかった、と語っているのだ。静かな団地の夜に、突然訪れた悲劇だったのだ。平和だったはずのその夜が、いつにして奪われてしまったのね。A さんの死は、職場の同僚たちにも深い衝撃を与えたのだ。まさか A さんが、あんなに真面目で優しい人が、という声が相次いだと伝えられているのだ。被害者を知る人たちの悲しみは、いかほどだったか、想像するだけで胸が詰まるわ。A さんは7年間もの間、M への恐怖を胸の奥に抱えながらも、懸命に日常を生き続けたのだ。そして1997年、M が出所してわずか2ヶ月後に、その恐れていた瞬間が現実になってしまったのだ。出所からたった2ヶ月後に、それは、あまりにも早すぎるわ。M は出所直後から、すでに A さんを追い始めていたのだ。7年間の服役を経てもなお、M の A さんへの憎悪は消えるどころか、さらに燃え上がっていたのだ。7年間も、ずっと恨み続けていたということ？恐ろしい執念だわ。M が服役中に何を考え、どのように復讐を計画していたのか、その恐ろしい執念の全貌が次第に明らかになってくるのだ。そして M の過去を掘り下げると、この事件が、初めての凶行ではなかった、という衝撃の事実が浮かび上がってくるのだ。初めてではなかったの？それはどういうことなの？ M には A さんへの犯行以前に、すでに別の重大犯罪を起こした前歴があったのだ。そんな人物が、なぜ社会に出てこられたのか、本当に辛い話よね。では事件の経緯を時系列で追っていくのだ。いよいよ確信に入るのね。どんな経緯で事件は起きたの？まず押さえてほしいのは、この事件が偶然の犯行では決してないという点なのだ。M は出所した瞬間から、すでに標的を定めていたのだ。出所した瞬間から？それはどういうことなの？ M は7年間の服役中、ただの一度も自分が悪かったとは思わなかったのだ。むしろ、あの女が通報しなければ、自分は捕まらなかったという歪んだ怒りを、牢の中で毎日積み重ねていたのだ。自分が犯罪を犯したのに、被害者を憎み続けるなんて、盗作した思考だわ。そしてここで明らかになるのは、誰も予想しなかった執念の深さなのだ。M は出所後わずか2ヶ月という短期間で、A さんの居場所を突き止めてしまうのだ。2ヶ月で居場所をどうやって調べたの？ M は地道な聞き込みと尾行を繰り返し、A さんは東京都江東区大島の団地に住んでいることを突き止めたのだ。一般人が7年の時を経て行方を追うには、並外れた執着がなければできないことなのだ。A さんにしてみれば、まさか居場所が割れているなど思いもよらなかったでしょうね。A さんはその時、すでに新しい生活を築こうとしていたのだ。JT の社員として真面目に働き、江東区の団地で静かな日常を送っていたのだ。7年も経ったんだもの。
し戻して、事件の発端となった1989年12月の出来事を改めて整理するのだ。それは M が A さんに最初に犯行を起こした時のことよね。そうなのだ。1989年12月、当時37歳だった A さんは、M による強姦致傷事件の被害者となったのだ。M はさらに A さんを脅迫し、口封じのために恐喝を繰り返したのだ。被害者をさらに恐喝するなんて、最低な行いよね。しかし A さんは恐怖を押しつぶして警察に通報する勇気を振り絞ったのだ。その通報によって M は逮捕、起訴され、懲役7年の判決を受けたのだ。A さんがどれだけの覚悟で通報したか、想像するだけで胸が締めてられるわ。M が収監されたのは札幌刑務所だったのだ。A さんとは物理的に遠く離れた場所だったが、M の憎しみは距離を超えて燃え続けたのだ。服役中も憎み続けていたの？後の捜査でわかることだが、M は刑務所内でも、あの女は許さない、という言葉を繰り返していたと伝えられているのだ。反省どころか、復讐の計画を頭の中で練り続けていたのだ。服役中に反省させる機能が全く働いていなかったということね。そして1997年2月、M は7年の刑期を終えて札幌刑務所を出所したのだ。外に出た瞬間に向かった先は、更生への道ではなく復讐への道だったのだ。出所してすぐに復讐へ向かったの？ M は出所後、東京へと移動し、A さんの現住所を調べ始めたのだ。近隣への聞き込みや、A さんが勤めていた会社関連の情報をもとに、江東区大島6丁目団地1号棟という場所を特定したのだ。A さんは住所を知られていたなんて、全く気づいていなかったでしょうね。その間、A さんは1997年4月18日の金曜日も、いつも通りの一日を過ごしていたのだ。JT の職場で仕事を終え、夕方頃に帰路に着いたと伝えられているのだ。普通の金曜日の夜だったのね。その日の夜、A さんは買い物を済ませて自宅のある大島6丁目団地1号棟へと戻ってきたのだ。4月の夜は少し肌寒く、団地の周囲はいつも通りの静かな空気に包まれていたのだ。何も変わらない夜のはずだったのに。1997年4月18日、午後9時を少し過ぎた頃のことなのだ。A さんは1号棟の4階エレベーターホールに差し掛かったのだ。そこで事件が起きたの？そこに M が待ち伏せしていたのだ。M は刃体の長さ約 20.9 センチの柳刃包丁を携えて、A さんが戻ってくるのをじっと待ち続けていたのだ。20センチを超える刃物を持って待ち伏せしていたなんて、完全に殺意があったということよね。M は当初から殺害を目的としていたのだ。エレベーターホールという逃げ場の少ない空間を選んだのも、計算の上だったと考えられているのだ。そんなところまで計算していたの？ A さんがエレベーターホールに足を踏み入れた瞬間、M は突然飛びかかり、柳刃包丁で何度も A さんを刺したのだ。A さんは抵抗する間もなく、強靭に倒れたのだ。何も言葉が出てこないわ。当時の近隣住民の証言によると、夜9時過ぎに廊下の方から、助けてという声が聞こえたと語っているのだ。しかし団地の壁越しではそれが何事かとすぐにはわからなかったそうなのだ。声が聞こえていたのに、誰も助けられなかったのね。エレベーターホールの床には、A さんが倒れ込んだ跡が残されていたのだ。壁や床には血痕が広がり、静かなはずの団地の夜が、取り返しのつかない現場へと変わっていたのだ。想像するだけで、本当に恐ろしいわ。犯行を終えた M は包丁を持ったまま現場から逃走したのだ。エレベーターホールから階段を駆け下りて団地の外へと消えた、と当時の捜査記録は伝えているのだ。逃げ切ろうとしたのね。それで誰が発見したの？第一発見者は、同じ棟に住む女性だったのだ。その女性は午後9時15分頃、エレベーターを待っていたところ、4階ホールに人が倒れているのを見つけたのだ。発見したのはごく普通の住民だったのね。女性は最初、何が起きたのか理解できなかったと語っているのだ。しかし床に広がる血の量を見て、すぐに、これは大変なことが起きた、と悟り、119番と110番に通報したのだ。その女性もどれほど怖い思いをしたか。通報を受けた警察と救急隊員が現場に到着したのは午後9時30分前後のことだったのだ。しかし A さんはすでに瀕死の状態で、その後間もなく死亡が確認されたのだ。間に合わなかったのね。A さんは去年44歳だったのだ。7年前に勇気を持って声を上げた女性が、その勇気ゆえに命を奪われるという、あまりにも理不尽な最後だったのだ。44歳、本当に悔しくて、悲しい話よね。現場に残された証拠と目撃証言から、警察はすぐに M を最重要容疑者として浮上させたのだ。M の出所から2ヶ月という事実が、捜査の方向性を一気に絞り込んだのだ。出所からたった2ヶ月でこんな事件が起きたのね。捜査一課と城東警察署が合同捜査チームを編成し、M の行方を追い始めたのだ。出所後の M の動向を洗い出していくと、
東京都内で A さんの情報を収集していた痕跡が次々と明らかになっていったのだ。計画的に動いていた証拠が出てきたのね。また、団地の複数の住民が事件の数日前から見慣れない男がうろついていたと証言しているのだ。M が事前に現場周辺を下見していたことはほぼ間違いないと捜査関係者は見ているのだ。数日前から下見までしていたの？それほどまでに周到な計画だったのだ。M にとってこの7年間は復讐の計画を温め続ける時間だったのだ。7年間、憎しみだけを胸に生きてきたということで、本当に恐ろしい人物だわ。事件翌日の1997年4月19日、警察は M の身柄を確保したのだ。M は都内に潜伏していたところを発見され、観念したように連行されたと伝えられているのだ。翌日に逮捕できたの？ M は逮捕直後から取り調べに応じ、犯行を認めたのだ。自分を刑務所に送った女への仕返しだった、と淡々と話したと捜査関係者は証言しているのだ。しかし、自分が犯罪を犯したことに対する反省がまるでないのね。M の言葉には、悔恨のかけらも感じられなかったのだ。むしろ、やるべきことをやった、という態度すら漂わせていたと、当時を知る捜査員が語っているのだ。それがまた、被害者の無念をさらに深くするわよね。A さんの同僚たちは事件の方を聞いて言葉を失ったのだ。本当に真面目で優しい人だった。こんな形で命を落とすなんて、と話す同僚の声は、涙で途切れ途切れだったと伝えられているのだ。7年前の被害を乗り越えて、一生懸命生きてきたのに、その命が奪われるなんて、誇りがこみ上げてくるわ。近隣住民の一人は、A さんは毎朝きちんと挨拶してくれる。静かで礼儀正しい方でした。と語っているのだ。団地での日常が、突然に断ち切られたのだ。そういう証言を聞くと、A さんがどれほど誠実に生きていたかが伝わってくるわ。こうして事件は M の逮捕という形で一応の幕を閉じたのだ。しかしその後に続く裁判の過程で、さらに衝撃的な事実が次々と明らかになっていくのだ。まだ衝撃的な事実が出てくるの？ M がどのような判決を受け、そしてこの事件が日本の法律をどう変えたか、そこには誰もが言葉を失う深い問題が横たわっていたのだ。法律まで変わったの？それは一体どういうことなの？次に加害者がどんな人物だったのか見ていくのだ。どんな人物だったの？普通の人には見えなかったのかしら？実は M の生い立ちを深く調べると、事件に至るまでの長い闇が見えてくるのだ。一つ一つの行動を追えば追うほど、その危険性が早くから兆候として現れていたことがわかるのだ。早くから投稿があったの？そしてもっと衝撃的なのは、本事件の前にすでに一人の命を奪っていたという事実なのだ。M は今回の事件の前から殺人の前科を持つ男だったのだ。殺人の前科まであったの？それは恐ろしいわ。その原点から順番に見ていくのだ。M は1942年頃に生まれたとされており、幼少期から家庭環境が安定していなかったと伝えられているのだ。家庭環境が不安定だったのね。近隣住民によると、M の家族関係は複雑で、経済的にも厳しい状況が続いていたそうなのだ。そのため M は早い段階から社会の底辺と呼ばれる環境に身を置くことになったのだ。それが後の行動に影響したの？もちろん環境だけが全ての原因とは言えないのだ。しかし M が成人した後に選んだ職場は、下関市内のストリップ劇場で照明係というものだったのだ。繁華街の裏側にいたのね。1976年8月6日、当時34歳だった M は下関市内の喫茶店で家出中の少女 X と偶然知り合い、その日のうちに肉体関係を持ったのだ。そして X を自分の勤務先のストリップ劇場に、ストリッパーとして雇ってほしい、と紹介しようとしたのだ。家出中の少女を連れて行こうとしたの？最低だわ。しかし未成年と分かり断られたのだ。それでも同月10日、M は X を連れて広島市内へと移動し、田中町のホテルに到着したのだ。職探しがうまくいかず、翌11日夜には近くの食料品店でパンと牛乳を購入したのだ。それで、その後どうなったの？その翌日、1976年8月12日に M は X を殺害したのだ。当時34歳の M が10代の少女の命を奪ったこの事件で、M は殺人罪により懲役10年の判決を受けて服役したのだ。もう最初の事件の時点で取り返しのつかないことをしているわ。刑務所から出所した後も M は定職に就かず、不安定な生活を続けていたと語られているのだ。知人によると、出所後の M は感情の浮き沈みが激しく、気に入らないことがあるとすぐに怒鳴り散らす性格だったそうなのだ。更生できなかったということよね。そして1989年12月、M は当時37歳だった JT 社員の A さんに対して強姦致傷事件を起こしたのだ。凶行に及んだだけでなく、その後さらに A さんを恐喝しようとしたのだ。被害を受けた上に恐喝まで？信じられないわ。M は事件を口実に A さんから金を脅し取ろうとしたのだ。しかし A さんは毅然とした態度で警察に通報し、M は逮捕、
起訴されたのだ。裁判ではこの強姦致傷と恐喝の罪で懲役7年の判決が下されたのだ。当然の結果ね。でもそれがまた逆恨みに繋がったということなの？そうなのだ。M は服役中、自分が悪いという認識が全くなかったと関係者が証言しているのだ。通報さえされなければこうならなかった、という歪んだ思考を刑務所の中でも持ち続けていたのだ。自分が犯罪を犯したのに、被害者を恨むなんて許せないわ。刑務所の受刑者仲間によると、M は服役中に、あの女だけは絶対に許さない、という言葉を繰り返し口にしていたそうなのだ。その恨みは7年間、一度も薄れることがなかったのだ。7年間も恨み続けていたの？それどころか出所が近づくにつれて、M の発言はより具体的になっていったと伝えられているのだ。出たら必ずどうにかしてやる、という趣旨の言葉を周囲に漏らしていたそうなのだ。それを誰かが警告することはできなかったの？当時の制度では M が出所したことを A さんに知らせる仕組みが全く存在しなかったのだ。被害者は加害者がいつ出所するかを知る術がなく、完全に無防備な状態に置かれていたのだ。それは恐ろしいわ。A さんは何も知らなかったということよね。1997年2月、M は札幌刑務所から出所したのだ。服役中から積もり積もらせてきた憎しみを胸に、M は直ちに行動を開始したのだ。出所してすぐに動き出したの？ M は出所後、A さんの居住先を執拗に調べ上げたのだ。かつて事件があった頃の記憶を手がかりに、東京都江東区の大島6丁目団地に A さんが暮らしていることを突き止めたのだ。7年も経ってから居場所を探し出したの？執念は恐ろしいわ。その執念はもはや通常の人間の感情とはかけ離れていたのだ。M が下した行動の一つ一つが、この男の人格がいかに歪んでいたかを物語っているのだ。被害を受けた A さんの恐怖はどれほどのものだったかしら。 A さんは事件後も懸命に生活を立て直し、JT での仕事を続けながら新しい日常を築こうとしていたのだ。周囲の同僚は、明るく前向きで仕事熱心な人だった、と語っているのだ。そんな後が狙われるなんて、あまりにも理不尽だわ。そして1997年4月18日、午後9時を過ぎた頃、M は刃体の長さ約20.9センチの柳刃包丁を手に、A さんが住む団地1号棟の4階エレベーターホールで待ち伏せしたのだ。待ち伏せ。それは計画的な行動だわ。そうなのだ。衝動的な犯行ではなく、出所から2ヶ月にわたって準備を重ねた、計画的な殺意に基づく犯行だったのだ。44歳の A さんは逃げる間もなく強靭に倒れたのだ。A さんはただ生きていただけなのに、なぜこんな目に遭わなければならなかったのか。M のような人物が社会に野放しになっていた背景には、当時の制度が被害者保護をほとんど考慮していなかったという深刻な問題があるのだ。この男の性格と前科の重さを考えれば、その危険性は出所前から明白だったのだ。なぜ誰も止められなかったの？というよりも、止めるための仕組みがなかったということよね。まさにそうなのだ。殺人前科、強姦致傷前科、そして服役中の執拗な恨み事、どれをとっても危険辛抱だったのだ。それでも A さんへの警告は誰からも届かなかったのだ。制度の欠陥も一人の命を奪ってしまったのね。こうした積み重ねが事件につながっていったのだ。 M の来歴を追けばくほど、この事件が偶然ではなく必然だったことがわかるわ。そしてここから、さらに見逃せない問題が浮かび上がってくるのだ。M が法廷で下された判決の内容と、この事件が日本の法律を根底から変えることになった経緯。その真相は、次のブロックで明らかになるのだ。法律が変わるほどの事件だったということは、それだけ深刻な問題がちっちゃられたということよね。では逮捕から裁判までの流れを見ていくのだ。法廷で一体何が明らかになったのかしら。この裁判では、誰もが予想しなかった事実が次々と浮かび上がってきたのだ。予想しなかった事実って、どういうことなの？ M の過去、そして裁判所が下した最終的な判断。それは日本の司法史に深く刻み込まれることになるのだ。それほど重大な判決だったということね。まずは逮捕の経緯から見ていくのだ。事件当日、1997年4月18日の夜、大島6丁目団地のエレベーターホールで A さんが倒れているのを近隣住民が発見したのだ。発見されたのはすぐだったの？午後9時15分頃、同じ棟の住民が4階ホールに血痕と共に倒れている A さんを発見し、すぐに110番と119番に通報したのだ。駆けつけた警察官がエレベーターホールで A さんを確認したが、すでに意識はなかったのだ。あの静かな団地の廊下が血に染まっていたなんて言葉を失うわ。搬送先の病院で A さんは死亡が確認されたのだ。柳刃包丁で複数箇所を刺された傷は非常に深く、即死に近い状態だったと医師は証言しているのだ。あれだけの凶器を用意して待ち伏せしていたなんて、計画的としか言いようがないわよね。警視庁捜査一課と城東警察署が合同で捜査を開始したのだ。現場に残された遺留品の分析と、
団地の住民への聞き込みが同時進行で進められたのだ。犯人の足取りは数につかめたのかしら。複数の住民が事件直前に不審な中年男性が団地内をうろついていたと証言しているのだ。目撃情報を積み上げた捜査陣は数日のうちに M の存在を特定したのだ。数日で特定できたということは、それだけ証拠が揃っていたということね。M はすでに1997年2月に札幌刑務所を出所していたのだ。捜査員が出所記録と目撃情報を照合したところ、M が7年前の被害者である A さんを執拗に追っていた事実が浮かび上がってきたのだ。出所してすぐに A さんを探し始めていたということよね。本当に許せないわ。そして1997年4月21日、警視庁は M を殺人容疑で逮捕したのだ。逮捕の瞬間、M は抵抗することなく淡々と手錠をかけられたと、当時の捜査員は語っているのだ。抵抗しなかったということは、覚悟の上での犯行だったということかしら。取り調べで M は、A が警察に通報しなければ、自分は7年間も刑務所に入らずに済んだ。それが許せなかった。と供述したのだ。反省の言葉は一切なかったと捜査員は記録しているのだ。被害者である A さんが正しい行動をとったのに、それを逆恨みするなんて、言葉も出ないわよね。起訴状には殺人罪が適用され、検察は M のこれまでの前科と犯行の計画性を重視して極刑を求めたのだ。極刑。つまり死刑を求めたということね。後半では M の過去が詳細に明らかにされていったのだ。1976年に少女を殺害した殺人前科、そして1989年の A さんへの強姦致傷と恐喝。M は一貫して暴力と支配によって他者を傷つけてきた人物だったのだ。何度も何度も人を傷つけておきながら、反省もしない。本当に恐ろしいわ。弁護側は M には精神的な問題があったとして情状酌量を求めたのだ。しかし裁判所はこの主張を退け、犯行の計画性と残虐性を強く認定したのだ。情状酌量なんて到底認められないわよね。東京地方裁判所は1999年3月、M に対して死刑判決を言い渡したのだ。法廷で M は判決を聞いても表情一つ変えなかったと、傍聴した記者は伝えているのだ。死刑判決は下されたのね。それでも M は無表情だったの。表情一つ変えなかった、というその姿が、M という人物の異常性を表しているのだ。A さんを通報者と呼び続け、最後まで、被害者、とは認めなかったのだ。A さんは最後まで加害者に人間として見てもらえなかったということで、本当に悔しいわ。控訴審でも死刑判決は維持され、最高裁判所もこれを支持したのだ。こうして確定死刑という処分が下されたのだ。A さんへの正当な裁きが下されたことは、せめてもの救いかもしれないわね。ただ、この事件が残した問題は M への判決だけでは終わらなかったのだ。裁判の過程で浮かび上がったのは、なぜ M が A さんの新しい住所を突き止めることができたのか、という深刻な疑問だったのだ。引っ越して住所を変えていたのに、どうしてわかったの？ M は刑務所内からも様々な手段で A さんの情報を収集していたと見られているのだ。そして当時の法律には、被害者の個人情報を加害者から守る仕組みがほとんど存在しなかったのだ。被害者が身を隠しても、加害者に居場所を知られてしまう。それがまかり通っていたなんて信じられないわよね。この事件をきっかけに、日本の犯罪被害者保護制度がいかに無力だったかが白日の下にさらされたのだ。だが、この制度の欠陥がどれほど深く、どれほど多くの命を危険にさらしていたか、その全貌は次のブロックで明らかになるのだ。制度そのものが変わることになった。その背景には一体何があったのかしら。その後はどうなったのかしら？実はここで明らかになるのは、誰も予想しなかった深い闇なのだ。M が刑務所から出所した後、社会はある重大な事実に直面することになったのだ。重大な事実。それはどういうことなの？ M は1997年2月、札幌刑務所を満期出所したのだ。服役中に模範囚として振る舞いながら、その心の中では復讐の炎を7年間燃やし続けていたのだ。模範囚として振る舞っていたなんて、外から見ても全くわからなかったということね。当時 M を担当していた刑務官によると、M は刑務所内では問題行動をほとんど起こさず、表向きは反省しているように見えたそうなのだ。しかし内心では A さんへの憎しみを一切手放していなかったのだ。反省しているように見せながら、実際は復讐を計画していたということを。そうなのだ。出所後、M はすぐに A さんの居場所を突き止める行動に移ったのだ。当時を知る関係者によると、M は出所からわずか数週間のうちに A さんの勤務先である JT の所在を調べ上げていたそうなのだ。出所してすぐに被害者を追い回していたなんて、背筋が凍るわ。M はその後、東京都内に居を定め、A さんの生活パターンを観察していたと見られているのだ。近隣住民の証言によると、事件直前の数日間、団地周辺で不審な男の目撃情報が複数寄せられていたそうなのだ。事件の前から、すでに現場付近に現れていたの？そうなのだ。1997年4月18日の夜、午後9時を過ぎた頃、M はついに行動を起こしたのだ。大島6丁目団地1号棟の4階エレベーターホールで A さんを待ち伏せし、
破体約20.9センチの柳刃包丁で刺殺したのだ。7年間、被害者の A さんはようやく平穏な生活を取り戻しつつあったはずなのに。A さんは事件当時44歳で、JT の社員として懸命に働いていたのだ。当時の同僚によると、A さんは職場では明るく振る舞い、7年前の辛い経験を乗り越えようとしていたそうなのだ。それなのに、通報したことが命取りになってしまったなんて、あまりにも理不尽すぎるわ。A さんのご遺族は、娘が正しいことをしたために命を奪われたという事実に、深い悲しみと怒りを覚えたと語っているのだ。なぜ被害者が命がけで通報しなければならないのか、という言葉が、遺族の心からの叫びだったのだ。被害者である A さんは、医師がん割りを食ってしまったということね。本当に心が痛むわ。遺族はその後、捜査当局や政府に対して強く訴えかけたのだ。加害者が出所した事実を、なぜ被害者に教えないのか、という問いは、当時の日本の司法制度に対する根本的な批判だったのだ。確かに、被害者側には加害者の出所情報が全くシェアされていなかったのよね。そうなのだ。当時の制度では、加害者がいつ出所するか、どこに住むかという情報は、被害者側には一切通知されなかったのだ。A さんはおそらく、M がすでに出所していることすら知らなかった可能性が高いのだ。被害者が何も知らないまま、加害者だけが自由に動き回れる状況だったなんて。A さんの死後、ご遺族は A さんが生前、夜道を歩くことに恐怖を感じていたと語っているのだ。それでも仕事を続け、前を向いて生きようとしていた姿が、遺族の記憶に刻まれているのだ。生き続けることそのものが、A さんにとって戦いだったのね。当時を知る近隣住民によると、事件後、団地周辺は重い空気に包まれ、住人たちは誰もが言葉を失っていたそうなのだ。こんなに真面目な方が、なぜ、という声が団地中に広がったのだ。 A さんの死は、地域の人々にも深い傷を残したのね。一方の M は事件直後に逃走を図ったが、ほどなくして警視庁捜査一課と城東警察署の捜査員に逮捕されたのだ。逮捕時の M は、犯行を否定することもなく、淡々とした様子だったと伝えられているのだ。反省の色もなかったということかしら。関係者によると、M は取り調べの中で、A に通報されたことへの恨みは消えなかった、と供述したそうなのだ。7年間服役してもなお、その憎しみは全く薄れていなかったのだ。犯罪の被害者を告発したら殺される。そんな理屈が通ってしまう恐ろしさを改めて感じるわ。A さんのご遺族はその後も、娘を失った悲しみを抱えながら生きてきたのだ。娘は正しいことをした。それだけは絶対に間違っていない。という言葉が、遺族の支えになっているのだ。遺族の方々の苦しみは、事件から何年経っても言えることがないのね。この事件がきっかけとなり、日本社会は犯罪被害者保護の問題を正面から見つめ直すことになったのだ。しかし、その変化がどれほどの痛みの上に実現したのかを忘れてはならないのだ。 A さんの命を引き換えに、制度が変わったとも言えるわね。そして今もなお、A さんのご遺族にとって事件は終わっていないのだ。毎年命日が近づくたびに、あの夜の記憶が蘇ると関係者は語っているのだ。時間は経っても、遺族の傷は消えないのね。遺族の苦しみは今も続いているのだ。この事件が動かした制度の変化と、そして M に下された最終的な判決。次は一体何が明らかになるのかしら。実は、この事件の裁判で下された判決と、その後の展開には、誰もが目を疑うような事実は隠されていたのだ。この事件が社会に与えた影響について話すのだ。どんな影響があったのかしら。制度まで変わったって聞いたけど。実は、この事件が明らかにしたのは単なる殺人事件の恐ろしさだけではなかったのだ。日本の刑事司法制度そのものが抱える深刻な欠陥だったのだ。制度の欠陥というのはどういうことなの？ 1997年当時、被害者には加害者がいつ出所するかを知る権利が一切なかったのだ。M が1997年2月に出所した時、A さんはその事実を誰からも知らされていなかったのだ。それって、被害者が全く無防備のまま放置されていたということよね。まさにその通りなのだ。A さんは7年間、自分を傷つけた男がいつ戻ってくるのかを知らずに暮らし続けていたのだ。制度は加害者の権利を守る一方で、被害者の安全をほとんど顧みなかったのだ。その不均衡が A さんの命を奪う結果につながってしまったのね。当時の日本では、被害者は、事件が終わったら関係のない第三者として扱われていたのだ。加害者の情報は徹底的に保護される一方、被害者には何の情報も与えられなかったのだ。加害者の人権ばかりが守られて、被害者は蚊帳の外だったということね。この事件を受けて、2000年5月に犯罪被害者保護法が成立したのだ。さらに2001年10月には、出所情報通知制度、
が導入されたのだ。それって、加害者が出所するときに被害者側へ通知する制度のことかしら。その通りなのだ。加害者の出所時期と居住地を被害者側に通知するこの制度は、A さんの死がなければ生まれなかったのだ。A さんの命が後の被害者たちを守る法律の礎になったのだ。A さんは命をもって変えた制度なのね。それが唯一の救いかもしれないわ。犯罪被害者支援を長年研究する専門家によると、本事件以前の日本では被害者は事件の証拠品的な存在として扱われていたそうなのだ。証言のために呼ばれるが、その後の安全については誰も責任を持たなかったのだ。それは被害者をあまりにも軽く見た制度だわ。法務省の記録によると、A さん事件以降、出所情報通知制度を活用した件数は年間数百件に上っているのだ。現在では通知を希望する被害者に対して、事前登録制で対応しているのだ。制度が整ったことで、守られる命が増えたのね。でもそれだけで十分なのかしら。そこで少し踏み込んで考えてみたいのだ。制度の整備は重要な一歩だが、この事件が示した問題はもっと根が深いという見方があるのだ。根が深いというのは、どういう意味なの？まず心理的な視点で見ると、M のような加害者が服役中に逆恨みをさらに強化してしまうメカニズムがあるという見方があるのだ。刑務所という閉鎖空間の中で自分の罪と向き合う機会が与えられないまま時間だけが過ぎていくのだ。つまり、反省するどころか恨みが育ってしまうってこと？犯罪心理学の専門家によると、M のような人格傾向を持つ加害者は自分の失敗を他者のせいにする外罰的思考が極めて強いそうなのだ。A さんに通報されたことを裏切りとして記憶に焼き付け、それを7年間かけて増幅させたという見方があるのだ。自分が犯罪を犯したのに、通報した被害者を恨むなんて、完全に盗作した思考だわ。この外罰的思考は、M が若い頃から繰り返した暴力行為のパターンとも一致しているのだ。1976年の殺人事件でも、些細な金銭トラブルを理由に人の命を奪っているのだ。つまり、もともと他者への共感能力が著しく欠けていたということね。次に環境的な視点で見ると、M の育った環境が彼の人格形成に深く関わっているという見方があるのだ。幼少期から暴力的な環境に置かれた人間が、暴力を問題解決の手段として内面化してしまう構造があるのだ。家庭環境が人格にこれほど影響するというのは怖いことね。もちろん、環境が全てを決定するわけではないが、M のように何度も重大犯罪を繰り返す人物の背景には、早期に支援が届かなかった要因が積み重なっているという見方があるのだ。介入のチャンスが何度もあったのに、それが生かされなかったということかしら。その通りなのだ。1976年の殺人前科で服役した際にも、出所後の社会復帰支援が十分に機能していなかったという指摘があるのだ。その段階で適切な介入があれば、A さんへの犯行を防げた可能性があるのだ。再犯の目は最初の服役の時からあったのね。それを見逃した制度の問題でもあるわ。構造的な視点で見ると、当時の日本の刑事司法には仮釈放後の監視体制が極めて薄いという問題があったのだ。M は1997年2月に出所した後、7年間も抱え続けた恨みを実行する機会を誰にも止められなかったのだ。つまり、出所後の行動を監視する仕組みがほとんどなかったということなの？仮釈放中であれば保護観察がつくが、M のように刑期を全うして出所した場合、監視がほとんど機能しないという構造的な問題があるのだ。満期釈放者と呼ばれるこのケースは、今も課題として残っているのだ。刑期を終えた人間の方が、かえって野放しになるというのは矛盾しているわよね。この矛盾を指摘する専門家は多く、特に被害者への危害リスクが高い元受刑者については、出所後も一定期間の社会的監視を設けるべきだという見方があるのだ。それは被害者の安全を守るための最低限の措置のような気がするわ。さらに再発防止という視点で見ると、この事件は、被害者保護と加害者の更生の両方を真剣に考えなければならないことを示しているのだ。どちらか一方だけでは不十分なのだ。つまり、加害者を刑務所に入れるだけでは問題は解決しないということね。刑事司法の専門家によると、再犯リスクの高い受刑者に対しては、服役中から心理療法を含む徹底的なリハビリプログラムを実施することが再犯防止に有効だという見方があるのだ。日本でそういったプログラムはどれほど整っているのかしら。2000年代以降、日本の刑務所でも認知行動療法を取り入れたプログラムが導入されるようになったのだ。しかし M が服役していた1990年代には、そのような体系的なプログラムはほぼ存在しなかったのだ。 A さんの事件は、制度が追いつかなかった時代の悲劇でもあるのね。また、被害者支援の観点から見ると、事件後の A さんへのケアが圧倒的に不足していたという見方もあるのだ。強姦致傷という深刻なトラウマを負いながら、A さんは十分な心理的サポートを受けられないまま日常生活に戻ることを強いられたのだ。被害者が一人で抱えなければならない重荷があまりにも大きすぎたのね。当時の犯罪被害者支援センターの関係者によると、性犯罪被害者の多くが
立させたまま放置した社会の責任でもあるわ。そして見逃せないのは、M が事件後に A さんの居宅を執念深く調べ上げた点なのだ。出所からわずか2ヶ月で現住所を特定し、犯行に及んでいるのだ。2ヶ月で居場所を突き止めたというのは、どういう手段を使ったのかしら。当時は個人情報保護の意識が今よりはるかに低く、住民票の閲覧制度なども十分に整備されていなかったのだ。M はこの制度の穴を巧みに利用したという見方があるのだ。制度の穴が A さんの命取りになったのね。許せないわ。この教訓から、住民票の閲覧制限制度も段階的に強化されたのだ。現在では、DV やストーカー被害者などが申請すれば、加害者からの住所の紹介を遮断できる仕組みが整っているのだ。A さんの死が制度を変えてきた、その積み重ねが今の被害者保護につながっているのね。この事件を振り返った時、最も重く受け止めなければならないのは、A さんが正しいことをしたから殺されたという事実なのだ。通報という勇気ある行動が命取りになってしまったのだ。それが最も理不尽で、最も許しがたい部分だわ。犯罪被害者支援に携わる研究者は、この事件を、被害者が告発を恐れるようになる最悪のメッセージを社会に送った事件と評しているのだ。通報しなければよかったと思わせてしまう社会は、犯罪者を守る社会になるのだ。被害者が声を上げるほど危険になるなんて、そんな社会は変えなければいけないわよね。そしてこの事件には、まだ語られていない驚くべき側面があるのだ。Mに下された最終判決と、その後の経緯には、誰もが息を飲むような事実が待たまえていたのだ。最終判決に、まだ驚くべき事実があるというのを、それは一体何なのかしら。というわけで今回は JT 女性社員逆恨み殺人事件を解説したのだ。どうだったメタン？改めて振り返ると、本当に胸が締め付けられる事件だわ。A さんは何も間違ったことをしていないのに、正しい行動をしたからこそ命を奪われてしまったのよね。しかも M は服役中も反省どころか恨みを募らせ続けて、出所後に実行に移したなんて、怒りを通り越して言葉が出ないわ。A さんは事件当時44歳だったのだ。JT の職場でも信頼され、同僚から慕われていたと伝えられているのだ。その笑顔が4月の夜に永遠に失われてしまったのだ。亡くなった A さんのご冥福を心よりお祈り申し上げます。どうか安らかに眠っていてほしいわ。この事件が残した最大の教訓は、被害者が声を上げられる社会を守ることが、社会全体の責任だということなのだ。通報した人が命がけにならない仕組みを、誰もが真剣に考え続けなければならないのだ。ここまで見てくれてありがとうなのだ。もしこの動画が良かったら、チャンネル登録と高評価をしてくれると嬉しいわ。みんなの応援が次の動画を作る力になるのよ。概要欄に同じ系統の事件をまとめた再生リストも貼ってあるから、ぜひ見てほしいのだ。コメント欄ではこの事件についてのみんなの意見も聞かせてね。どんな感想でも歓迎よ。次の動画も全力で作るから、楽しみにしていてくれなのだ。また明日なのだ。